お世話になっております。マサルです。今回は Linux がどのように誕生したのか一緒に勉強していきたいと思います。Linux を勉強する方にとっては Linux の歴史は試験の範囲には含まれていません。しかし概要レベルでも Linux の歴史を知っておくと Linux に親近感が持てて勉強が楽しくなったり、結果として Linux の勉強にも良い影響があると思います。それでは始めていきましょう。この動画は IT エンジニアの皆さんの成長を応援するスタイルラボさんのご協力でお送りします。スタイルラボさん、いつも応援ありがとうございます。スタイルラボさんの詳細は概要欄のリンクからご覧ください。今回は Linux がどのようにしてできたのか、そしてどうしてこれほどまでに普及しているのか、その歴史を学んでいきます。まずは結論です。Linux は1990年代初頭にリーナス・トーバルズという人によって作られました。また GPL のライセンス形式を使うことによって広く普及したと言われています。 Linux を勉強するとリーナス・トーバルズという名前と GPL という単語を一度は聞くことになると思います。お気づきの方もいらっしゃると思いますが、リーナス・トーバルズさんの名前が Linux の名前の由来にもなっています。さらにリーナスさんは Git というソースコード管理システムも作っていたりする人です。 IT エンジニアとしてリーナス・トーバルズさんは知っておきたい偉人の一人です。それでは Linux の歴史についてお話ししていきたいと思いますが、 Linux は Unix 系の OS と言われるように Unix が Linux の土台となっています。なのでまずは Unix についてお話ししていくところから始めます。1960年代 AT&T ベル研究所で Multics という OS の開発が進められていました。しかし Multics はあまりに多機能で高機能な OS を目指して作っていたため、研究開発がうまく進みませんでした。そこで Multics 開発プロジェクトに参加していたケン・トンプソンさんという人が、Multics は複雑すぎる、まずはシンプルな作りで動かしてみようということで、研究所の片隅で余っていたコンピューターを使って自分が作った小さなプログラムにMulticsの機能を取り入れて開発を進めていきました。トンプソンさんが余ったコンピューターで試験運用していったプログラムは Unix という世界最古の OS として利用されるようになっていきます。ここで OS について情報を補足しておきたいと思います。 OS とはオペレーティングシステムの略です。代表的な OS はマイクロソフトが提供する Windows、 Apple が提供する MacOS などがあります。 OS はコンピューター全体の動作を管理・制御して人間がコンピューターを使えるようにしてくれるソフトウェアです。 OS の役割を簡単に言うとコンピューター全体の動作制御です。例えば YouTube で動画を再生するときにはインターネットを使って YouTube まで接続する機能、動画を再生する機能、音声を出す機能、さまざまな機能が必要です。それらさまざまな機能を OS がうまく制御して人間がコンピューターを使えるようにしてくれています。 OS は人間がやりたいことを受け入れてうまくコンピューターを制御してくれるソフトウェアということですね。では話を Unix に戻していきましょう。1960年代に開発が進められた高機能な OS Multics の開発はうまくいきませんでしたが、その開発メンバーのトンプソンさんが余ったコンピューターで作っていったプログラムの開発はうまく進んでいき OS として利用されるようになり Unix という OS ができることになりました。作成された Unix という OS は非常に評判が良く、さまざまな人から使いたいという希望がありました。 AT&T は Unix を商品としては考えていなかったので、送料、メディア代等のお金を払ってくれれば自由に利用してよいよということで、さまざまな組織での利用を許可していました。さらに Unix のソースコードも一緒に送ってあげていました。ソースコードというのは料理でいうレシピのようなものです。レシピを見れば料理がどうやってできているのかがわかるように、
ソースコードを見れば Unix がどのようにしてできているのかがわかります。このような背景があり、Unix はいろんな組織で使われるようになりました。ソースコードも入手することができるので、使われる先で改変され、さまざまな Unix が存在するようになりました。しばらくすると AT&T はある問題に直面します。それは Unix としてのまとまりが分かりにくいというものです。ソースコードを公開することでいろんな組織が改変していった結果、Unix を取り巻く状況が混沌としてきました。そこで AT&T はライセンス契約を始め、Unix を管理するようになります。AT&T は我が社の Unix はシステム5という名前にします。これ以降、我が社と契約を結んだ組織のみが OS を Unix と宣言できますと決めました。ライセンス契約するということは、もちろんお金のやり取りが発生します。なので、お金を払ってライセンス契約する組織と、ライセンス契約をしない組織に分かれていきました。AT&T とライセンス契約しない組織は Unix ですと宣言することができないので、Unix 互換 OS という呼ばれ方をするようになりました。ここまでが Unix のお話です。少し話をまとめると、 Linux が登場するより前に Unix という OS が開発されていました。紆余曲折あり、ライセンス契約をしなければ Unix を利用することができなくなってしまいました。それではお待たせしました。ここからようやく Linux の話になります。先ほど説明したように Unix を利用する場合には AT&T にライセンス契約料金を支払う必要があります。しかしその金額は高額で、利用できるのは企業や大学など一部だけでした。個人の利用者はいつか自分のパソコンで Unix を利用したいなと希望を持っていました。そんなタイミングである一つの投稿がインターネットの中に出現します。僕は今 Unix に似ている OS を作っているよという投稿です。この投稿をしたのは当時フィンランドの大学生であるリーナス・トーバルズです。その後彼は本当に Unix に似た独自のプログラムを作り上げました。少し補足をすると、リーナスが作ったのは OS ではなくカーネルと言われる OS の基本的な機能を担当するプログラムです。リーナスが作ったプログラムは Linux という名称で公開されます。なお公開するときにはリチャード・ストールマンという人が作った GPL ライセンスが採用されています。この時採用した GPL ライセンスが Linux の普及に大きな影響をもたらしたと言われています。 GPL というのは GNU ジェネラルパブリックライセンスの略です。 GPL ライセンス形式のプログラムにはソースコードの公開義務、プログラムを実行する自由、ソースの改変の自由、利用再配布の自由、改良したプログラムをリリースする権利などが含まれます。簡単に言うと GPL ライセンス形式のプログラムは誰でも自由に実行、複製、改変しても良いですよ。だけどソースコードを公開してねというものです。ソースコードの公開が義務付けられているというのがポイントです。 GPL ライセンスのプログラムを利用するときに何かカスタマイズして公開しようと思ったらソースコードも公開しなくてはいけません。そうなると GPL ライセンスのソフトウェアは販売目的には向かないことになります。なぜなら皆さんも Word とか Excel とか利用することがあると思いますが、それらのソフトウェアが GPL だった場合、ソースコードを公開しなくてはいけません。すると誰でも Word や Excel というソフトウェアを作れることになります。誰でも作れるならわざわざマイクロソフトにお金を払ってソフトウェアを買ったりしないですよね。なので GPL ライセンスは販売目的には向いていません。しかし GPL ライセンス形式を採用することによって Linux は一部の企業や組織に限らず多くの人によって利用されることになりました。ソースコードの公開が義務付けられているので全利用者が知識を共有できるようになり、
ますます Linux は世の中に広がっていくことになります。そして現在では Linux が多くの場所で利用され、私たちが Linux を学ぶことになっているというわけですね。ここまで Linux の誕生についてお話ししました。それでは今回のまとめです。今回は Linux がどのように誕生したのか、その歴史の概要を一緒に勉強しました。Linux は1990年代初頭にリーナス・トーバルズという人によって作られました。この時採用した GPL のライセンス形式によって広く普及したと言われています。もともと Unix という OS がありましたが、ライセンス契約の料金が高く、個人が利用するにはハードルが高いという問題がありました。そこでリーナスは Unix に似た OS の開発を試みます。厳密に言うとリーナスが作ったのは OS ではなく、OS の基本的な役割を持つカーネルと言われる部分です。リーナスが作った Linux はリチャード・ストールマンによって作成された GPL ライセンスで公開されます。 GPL ライセンス形式のプログラムにはソースコードの公開が義務付けられています。ソースコードを公開することによって利用者全体で知識を共有することができるようになり、 Linux は多くの人に利用されることになりました。現代の我々も Linux を利用することになっているということですね。以上、今回は Linux の歴史について一緒に勉強しました。ここでお知らせです。マサルの勉強部屋では成長したいエンジニアを応援するオンラインコミュニティを運営しています。もし一人で勉強するよりも誰かと一緒に勉強したい、質問できる人がいなくて困っているという方はお気軽にオンラインコミュニティに参加してみてください。参加方法はメンバーになるボタンから対象のプランを選択していただいて、 Discord のアカウントを YouTube のアカウントに連携してもらえればすぐに参加することができます。現在は100名以上の方がオンラインコミュニティに登録してくれていて、毎日いろんな交流が生まれています。初学者の方、学生さんも参加大歓迎です。皆さんのご参加お待ちしています。最後におまけトークです。今回は Linux を作ったリーナスさんが TED でインタビューを受ける動画を見た感想です。皆さんも YouTube で The Mind Behind Linux というタイトルで検索していただくと動画を見ることができるので、興味がある方はご覧ください。この動画のインタビューの中で司会者がリーナスさんにこんな質問をします。 Google やその他の企業はあなたのソフトウェアで何十億ドルも儲けています。そのことを不快に思いませんかという質問です。この質問の背景として、例えば Google は Linux の一部を活用して Android という OS を作り利益を上げています。この質問に対してリーナスさんはこのような趣旨の回答をします。ちっとも不快ではないです。理由はいくつかあります。私自身うまくやっているので別に問題がないというのが一つ。別の理由は、もし自由に使えるようにしていなければ Linux が今のようになることはなかったからです。リーナスさんが言うように、良いものは公開することで世の中の役に立ちますし、回り回って公開したその人自身に幸せが返ってくるということなんでしょうね。私も皆さんのお役に立てる動画を頑張って作っていこうと、より一層強く思う良いきっかけになりました。リーナスさん、Linux 作ってくれてありがとうございます。そして皆さんもおまけまでご視聴いただいてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。